ゲーム中にスタートボタンを押すことで発生するポーズ機能。馴染み深い機能だけど、ポケモンスナックでは不思議な仕様がいくつかあるのだ。今回はそんなポーズ機能に関する話を紹介していくのだ。撮影タイミングが難しいポケモンに挑戦する。そんな時に役に立つのがポーズ撮影なのだ。撮影の直前にポーズをかけることで撮るタイミングを合わせやすくするのだ。ちょっとやってみせるのだ。これのいいところはポーズ中のフレームを撮影できることにあるのだ。さっき撮ったミニ牛で確認してみるのだ。この通り同一フレームを撮影できているのだ。この時の撮影猶予はポーズ解除後の入力受付開始から3から4フレームと普通より多め。なのでポーズ中のフレームより後を取りたい時は少し多めに遅らせるのだ。なおポーズ解除から再ポーズするまでの間隔が広く、最低でも6コマ進んでしまうので、何度もポーズを刻むことができないのは注意してほしいのだ。この動画を視聴中のみんなに今日から使える超絶ポケスナテクニックを教えてやるのだ。G ボタンを使った視点変更中は本来カメラを構えられない。だがポーズを挟むとカメラを構えることができるのだ。それだけなのだ。役に立ったと実感したことはないのだ。チャレンジスコアのタスで一刻を争う極限状況があれば使えるかもしれないのだ。01号がポケモンに接触しそうになると非常ブレーキが発動して停止するのだ。その停止時間はポーズ中にも進行していて、状況を動かしたくない時に有効なのだ。では比較動画を見るのだ。動き出すタイミングを合わせるのだ。ポーズしてない左側のバタフリーがブレーキ中に進行しているのだ。動き出した瞬間の画像なのだ。ポーズ中にブレーキ時間を消化したことでバタフリーをその場に留めているのだ。まあこれもほとんど使わないのだ。マルマイン撮影で使ってるのを見たことがあるくらいなのだ。G ボタン下で使えるポケモンの笛。この笛の演奏はポーズ中であっても進行し、挙句の果てにはそのまま終了するのだ。ポーズって何なのだ。これから紹介するのはこの仕様によって引き起こされる定番の事故なのだ。ようやく人影の整列が終わったのだ。撮影前にトイレに行ってくるのだ。戻ったのだ。笛が止まってるのだ。急いで笛を吹き直せばおそらくなんとかな。ダメだったのだ。この仕様も今のところは有効活用されてるとは言えないのだ。リンゴもイヤイヤボールも使わず、笛を止めたい時が来れば輝くはずなのだ。
と01号の周りを周回するようになるんだけど、この周回中のヒトデマン、実はポーズ中でも止まっていないのだ。今正面にいるのは残像みたいなもので、こうしている間にも周回しているのだ。これはトールの時間停止能力がヒトデマンより劣っているため、相手の動きを認識できていないに違いないのだ。これが能力バトルものだったら瞬きの間に殺されているのだ。それはともかく、今回は検証のため3コマ差つけてポーズを解除してみるのだ。ポーズを解除したことで残像が消え、本来の周回位置に切り替わったのだ。3コマ差つけたにもかかわらず周回位置が完全に同期しているのだ。このことからポーズ中でも周回していることがわかるのだ。ただし向きとポーズは同期していないため、こちらはポーズで止まっている可能性があるのだ。この奇妙な仕様も例のごとく使い道がないと思いきや、スターミー撮影で活用されているのだ。不思議なのだ。ポケモンスナックは 30fps で描画されてるんだけど、内部では 60fps で構成されてて、半分が切り捨てられている状態なのだ。参考画像を用意したのだ。このように2つのフレーム体が存在し、どちらか片方だけが描画されているのだ。このフレーム体のことを界隈では世界線と呼んだりしているのだ。そしてこの世界線、なんとポーズで切り替えることができるのだ。方法は簡単で、ポーズを押して解除するだけ。解除時のフレームが偶数か奇数かで、どちらのフレーム体を使うかが決まるのだ。この仕様はズバッと撮影で採用されており、世界線の選択が記録狙いに必要なのと、描画を見極める時間があるのが理由なのだ。実際に動画で確認してみるのだ。ポーズ、今回は1回で変化するけど、普段の撮影では何度かポーズを押すのだ。左と右で同じ描画が存在していないことから、フレーム体の変化が見て取れるのだ。このテクニックは他のポケモンでも採用したいほどなんだけど、描画の見極めが不可能なのだ。確認のためにポーズしたいけど、それで変化するから意味がないのだ。というわけでポケモンスナックのポーズ機能の解説だったのだ。スタートボタン一つでここまで語れるゲームもそうないと思うのだ。では機会があれば次の動画で会うのだ。